仕事仲間の提案でお見合いをすることになった俺。指定された料亭に着くと、お見合い相手の他に両親と兄までずらりとガン首を揃えていた。どうやら一人で来るつもりだった娘に無理やりついてきたらしい。年収1000万のエリート銀行員一族だと自慢げに語り、高卒の俺を見下した。大学へ進学させられない親は貧乏だと決めつけて、逆玉狙いの底辺野郎だと煽ってくる。親も社会のゴミ確定だな。学歴を聞いただけで、生まれも育ちも何もかも知らないくせに。親の顔が見てみたい。お見合い相手の家族は下びた笑いを浮かべている。両親は他界しているので祖父を呼び出した結果、一同は腰を抜かした。なんせ祖父はメガバンクの元頭取だから。その後、俺の正体を明かすとさらに驚愕した。俺の名前は伊藤薫。名前だけ聞いた人には女性と間違われることもあるが、33歳の男だ。在宅でフリーランスの仕事をしている。この生活を続けていたら、全く出会いがないんだよな。嘆いた俺のために仕事仲間がお見合いの仲人に立候補してくれた。1対1のラフなお見合いだからと前置きしつつ、プライバシー確保のため個室をセッティングしたそうだ。俺は着慣れないスーツを着て料亭へ向かった。案内された個室に通されると、お見合い相手の他に両親と兄までずらりとガン首を揃えていた。仲人が仕事の都合で来られなくなってしまい、たった一人で出向いた俺はぎょっとした。お食事会のつもりで気軽に行ってきてくださいね。仲人の言い分とはだいぶ様相が違う。待ち構えていた面々から歓迎されている様子はない。お見合い相手はワンピースだが、母親と思われる女性は着物姿。男性2人も見るからにハイブランドの下手のいいスーツを着ている。料亭と聞いていたおかげで、一応スーツを着てきた自分を褒めてやりたいと思う。はじめまして。こんな状況になってしまって申し訳ないです。お見合い相手の片倉沢さんは気まずそうに謝った。いえ、はじめまして、伊藤薫と申します。薫なんて女みたいな名前だな。兄と思われる男性が嘲笑った。まだ本人たちから自己紹介がないので、俗柄は見た目からの予想でしかないけど、小学生時代のいじめっ子を思い出す。学歴は？今度は父親と思われる男性が聞いてきた。ちょっと失礼よ。名乗りもせずにズケズケと。伊藤さん、こちらは父の片倉智久と兄の智和、そして母の小夜です。沢さんが紹介してくれたが、一同は俺と目が合っても一礼すらしなかった。で、学歴は？父親の智久さんが再び聞いてきた。高卒です。はあ？高卒だと？智久さんは呆れた顔をする。逆玉狙いがバリバリ。親も底辺確定だな。智和さんも父親に同調して煽ってきた。やはり、名乗る必要もなかったじゃないか。こんな男と義家族になる可能性はゼロだから。うちは年収1000万以上のエリート銀行員一族なんだぞ。身分違いもいいとこですわね。母親の小夜さんまで俺を見下す発言。勝手についてきて何よ。これ以上失礼なこと言うのやめてよね。沢さんは高笑いする家族に苦言を呈した。底辺に底辺と言って何が悪いんだ？智久さんは開き直っている。私の職業などは沢さんからお聞きになりました？高卒さえ知らなかったのなら経歴も聞いていないはずだと思って質問した。学歴だけ聞けば十分だ。高卒がつける職業などたかが知れてるからな。年収の低い底辺の代表格、工場作業員あたりか？随分と職業に対する偏見があるようで驚いた。これはネタに使えそうだな。作業は確かに寝る間を惜しんでしていますね。
作業員は言い得て妙かもしれません。煽って怒らせたいようだが、俺は一向に気にしていない。ほら見ろ、作業員か。やはり学歴がないとろくな職業に就けない。大学まで出してやれないとは、親も情けないですわね。沢さんの両親がうなずき合っている。親も社会のゴミ確定だな。大層ご立派な両親に育てられると、人に向かって平気でゴミと言えるご立派な息子に育つんだなぁと感心する。うちの親は立派に私を育ててくれましたよ。立派だと？日銭を稼ぐので精一杯な。我が家とは天と地の差がある家庭だろ。親の顔が見てみたいわ。実写、いや、現実社会でこのセリフを聞けるとは思っていなかった。残念ながら親の顔を見せることはできないんです。伊藤さんのご両親はすでに奇跡に入っているそうよ。俺の両親は二人で旅行中に交通事故に遭い他界している。沢さんは無礼な家族を恥ずかしく思っているのだろう。耳まで真っ赤に染めて申し訳なさそうな顔で俺の顔を見つめ、無言で頭を下げた。話が通じない相手と話すのは疲れるよな。俺は沢さんに同情してしまった。話が通じない相手は黙らせるしかない。親代わりに合わせます。こうなったらあの人を召喚するしかないな。祖父を呼ぶので少しお時間いただけますか？高卒との縁談なんて破談確定だが、興味が湧いた。底辺の老いぼれの顔を拝ませてもらおう。直後、祖父を呼び出した結果、一同は腰を抜かした。彼ら二人が勤める銀行よりも、はるかに大きなメガバンクの元頭取が目の前に現れたのだから。孫が世話になったな。俺の家族を馬鹿にした彼らはぐうの音も出ない。そう、俺の祖父はメガバンクの頭取を務めた富田健三だ。現在は82歳なのでもう優退しているが、しかし祖父とは一般的な孫と祖父の関係性ではない。俺が中学2年生の時に起こってしまったあの出来事までずっと疎遠だった。祖父、富田健三は俺の母の父親だ。母は父親の反対を押し切って画家の父と結婚した。自分の部下との婚約話を進めていた当時の祖父にとっては青天の霹靂。名家に生まれた宿命として母はおとなしく父親が決めた言い名付けと添い遂げるものだと思っていたのに、それまで従順だった娘の人生初めての反抗。それが自分の好きな人と結婚したいという懇願だった。祖父は自分が進める縁談を蹴って駆け落ちする気なら親子の縁を切ると宣言した。それでも母の意志は揺るがなかったそうだ。母が自分の家族を捨ててでも父と結婚したいと思った頃、父の絵はすでに美術界で評価され始めていた。父は母と出会ってから母をモデルにした絵が国内の有名な美術賞を受賞するなど好調が続き、母は父にとってのミューズだった。しかし、画家は安定した職業とは言い難い。祖父はどうしても祝福してやることができなかったそうだ。何不自由ない暮らしをさせてくれる男のもとへ嫁ぐことが娘の何よりの幸せだとずっと考えてきたから。その後、結婚して6年目に海外でも高く評価され、一躍有名になった。世間に認められる画家になっても祖父が折れることはなく、再び親子の縁を結ぼうとはしなかったらしい。祖父にも意地があったのだろう。一方、父はマスコミからも注目されるようになり、父や母の出自などの噂を聞きつけ、面白おかしく記事にされた。父は孤児で児童養護施設で育ち、母は裕福なエリート銀行員の娘。身分差の恋などとまくし立てられたり、父の実の父親だ、母親だと名乗る偽物が現れたり。そんなこともあり、日本が嫌になった父と母は、4歳の俺を連れてフランスに渡った。パリを拠点に活動し、充実した日々を送った。母にもパリの風土が合っていたらしく、家族全員で過ごす穏やかな生活は幸せを絵に描いたような時間だった。だが、
俺が中学2年生でサマースクールに参加しているとき、二人で旅行中の両親が交通事故で亡くなってしまった。そして俺は祖父母の家に引き取られることに。14歳で初めて会う祖父は威厳に満ちた人だった。だけど、俺には穏やかな顔で優しく笑いかけてくれた。祖母は涙を流して迎え入れてくれた。最初はぎこちなかった祖父母とも徐々に打ち解けていった。4歳でパリに渡ってから両親の方針で日本人の多い学校ではなくフランス流の学習をしてきた俺。だけど家での文化は日本式だったし、日本語には不自由しなかったが、いきなり日本の中学へ転校することになり、すぐには馴染めなかった。だけど、そんな俺を漫画が救ってくれた。漫画という共通の話題があることで友達ができたんだ。両親は楽しんで日本文化に触れ続けてほしいと、パリで生活している間も俺に漫画やアニメを与えてくれた。もちろん絵本や小説なども読んだが、断然漫画やアニメに引きつけられた俺。中学生の頃から見よう見まねで自分でも漫画を描き始めた。両親は褒めてくれて漫画家になりたいという俺の夢を応援してくれたんだ。日本の教育を受け始めたのが中学2年生からという遅いスタートだったので、ついていくのに必死だった。でも、新しくできた友達2人が支えてくれて高校受験に挑んだ。悪戦苦闘したが、なんとか無事に第一志望の高校へ入学。何よりもまた友達と一緒に過ごせるのが嬉しかった。高校生の時、自作の漫画を見せると友達は褒めてくれた。そう。両親がもろ手を挙げて俺の背中を押してくれたのと同じように。火力がすごいな。プロ並みじゃん。ストーリーもよく練られているよ。これ新人賞に応募しろよ。お世辞半分だったろう友達の評価に乗せられて、漫画雑誌の新人賞に応募してみたら大賞を獲得。その大賞作品が掲載されることになり、漫画家デビューが決定した。高校1年生で漫画家デビューを果たした俺は、学校の勉強との両立に苦労したが、またもや友達が力になってくれた。留年することもなく卒業できたのはみんなのおかげだ。いい編集者さんと巡り会えたことの影響も大きい。漫画家は孤独な作業が多いが、二人三脚で共に歩んでくれる人の力もあって作品が出来上がる。いや、二人の親友が学習面のサポートのみならず、漫画制作においても大きな助けになってくれた。ベタ塗りやトーン貼り、下書きを消しゴムで消すなど、アシスタント作業も積極的に手伝ってくれたのだ。だから、編集者さんと合わせて4人5脚でやってきたようなもの。そして俺は大学進学せずにプロの漫画家の道を邁進することを選択した。母と生きているうちに再会を果たせなかったことを後悔して、祖父は同じ過ちは二度と繰り返さないと決めていたらしい。子供の自我を押さえつけたことで親子の縁が切れてしまった経験を反省し、孫である俺の志を尊重してくれた。お前の人生だ。お前の好きなように生きろ。漫画家になる決意を受け入れ、応援してくれた。だが、命あっての人生だ。無理だけはするなよ。もう二度と家族を失う辛い経験はしたくないのだろう。祖父は力強くも大きな愛で俺を包んでくれている。話を現在に戻そう。見合いの席で祖父と俺の関係性、自分が漫画家になった経緯などをざっと大まかに説明した。沢さんは感受性が強いのか、話を聞きながら静かに涙を流している。さよさんも、もし自分が子供を残して他界したらと、同じ母親の立場で想像したのか、感慨深げに話を聞いてくれていたように思う。漫画なんて子供のお遊びの延長じゃないか。職業なんて誇るのはバカバカしい。ちょっと父さん、失礼よ。友久さんの中にある漫画に対する固定観念が拒否反応を起こしたのだろう。もしかしたらエリート銀行員になるために勉強を頑張ってきて、親から漫画やアニメの視聴を制限されていたのかもしれない。友久さんの親なら祖父と同世代のはず。
漫画は低俗なものという決めつけを抱いていても不思議ではない。私もね、最初はそう思っていたんだがね、読んでみると実に深い。馬鹿にできませんぞ。祖父が助け舟を出してくれた。こんな老害じじいが純粋に感動して涙を流すのだから。祖父は俺のことを応援してくれていても作品には無関心だと思っていた。読んでいてくれていたなんて、しかも感動してくれていたなんて、こんなに嬉しいことはない。でも、エリート銀行員の方が稼ぎがいいに決まってる。孫は、頭取当時の私の年収をとっくに超えて億万長者ですよ。祖父が豪快に笑った。やだなぁ。生涯年収や総資産を考えれば、おじいさんの方がはるかにお金持ちでしょ。いや、すぐに越されるさ。水物だから、作品の人気がなくなれば、あっという間に収入源は途絶えるので、ヒヤヒヤだよ。収入が安定しない職業だというのは事実なので、将来に不安が全くないと言えば嘘になる。億万長者だと？友和さんが口をパクパクさせていた。友久さんもそれ以上は言い返してこなかった。料亭の個室はシーンと静まり返る。その時、沢さんが突然告白した。私、実はカオル先生の大ファンで。俺のペンネームはカオル。両親が残してくれた名前であるカオルを大事にしたくて、カタカナ表記でペンネームに活かした。本名や性別も非公開だし、メディアに一切顔出ししていない。作風や絵柄でどうやら男性っぽいとファンの間で噂になっているらしいが、なぜ沢さんが俺の正体を知っているのかというと、ナコードは俺の担当編集者で彼女の親友だからだ。どうやら沢さんの方からお見合いのセッティングを頼んだらしい。デビューの時からついてくれていた編集者は編集長になり担当から外れた。その後に担当についてくれた編集者の高坂さんは普段は守秘義務を守ってくれる誠実で優秀な俺の右腕だ。だが、この生活を続けていたら全く出会いがないんだよな。と嘆いた俺のためにナコードを買って出てくれたというわけ。自信を持って推薦してくれたお見合い相手は、かねてから漫画家カオルの大ファンを公言していた親友。人柄も信頼しているので、俺の素性を明かした上でお見合いの提案をしたら、ぜひお会いしたいと乗り気だったそう。そういうご縁で今日という席が設けられた。本来ならナコードである高坂さんも同席する予定だったが、担当している別の漫画家との仕事が入ってしまい来られなくなった。それは、同じくファンなら私とも気が合いそうですな。なぜか祖父の方が喜んでいる。サイン会も開かない俺はファンと直接触れ合う機会がない。熱心なファン2人を目の前にして、俺がコツコツと積み上げてきたことは無駄じゃなかったと知ることができた。これからも誰かの心に響くような作品を作り続けていきたいと改めて誓った。そして俺も家庭を持ったら何かもっと違う視点が生まれるかも、なんて期待もしている。お父さん、お母さん、お兄ちゃん。私、反対されても諦めませんから。もちろん、伊藤さんが私を気に入ってくださればの話ですけど。沢さんの宣言に度肝を抜かれてしまった。自分の意志をしっかり持っている女性はとても好感が持てる。これからさらに彼女のことを知っていきたいと興味が湧いた。両親という俺にとって大きな存在をなくしてしまった悲しみは一生消えることはないけど、両親を亡くしたからこそ出会えた祖父母や親友2人、沢さんのような人との出会いを大切にしていきたいと思う。